ズム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 痩せちまったらモテすぎるからあえて痩せないタイプのファンク。どうもワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのはフランキーとクイーンの関係です。これはこちらの動画で以前考えましたが、フランキーとクイーンにはただならぬ関係があるようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は1028話までの内容を一部含みます。またこうした非公式の考察を知ることによってワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。フランキーとクイーンの関係は以前も考えましたし、僕だけではなく多くの考察者さんがこの2人の関係表裏一体について考えています。今回はそれら既存の考察に加えて僕なりの新たな考えも加えてフランキーとクイーンのつながりを考えていきましょう。まずはここまで多くの方が指摘している2人の関係性を見ていきましょう。フランキーとクイーンはどちらも音楽に乗って踊って登場しました。そしてどちらも尖ったサングラスでどちらもサイボーグです。フランキーは改造人間と書いてサイボーグ、クイーンはからくり人間と書いてサイボーグと名乗っていました。スーパーな男フランキーとファンクな男クイーンです。さらにどちらもものづくりを得意とし、フランキーに至ってはブラキオタンク5号を作っており、それはクイーンの能力リュウリュウの実ブラキオサウルスにもつながります。フランキーが子供の頃から作っている戦艦シリーズバトルフランキーもどことなくクイーンの船と同じようなセンスをしています。また39巻の表紙のフランキーのポーズと93巻の表紙のクイーンのポーズは同じであり、39をひっくり返すと93になる仕掛けも面白いです。これらの共通点から2人は親子ではないかと考える方が多いようです。ここで僕もいろいろ考えましたが、結論から言えばその可能性はかなり高いのではないでしょうか。ここからはこれらの考察に僕なりの考えを追加していきましょう。まずビブルカードによればフランキーとクイーンの血液型はどちらも XF 型ですから、親子の可能性は高まります。クイーンは現在56歳でフランキーは現在36歳ですから、クイーンが20歳の時に作った子供なら矛盾はないでしょう。フランキーは26年前10歳の時に手に負えないガキだと船から投げ捨てられたそうです。つまりクイーンが30歳の時でしょうか。20年前のワノ国の時点でクイーンは赤鞘と戦っていますから、もしもフランキーの父親がクイーンであれば、フランキーは百獣海賊団の船に乗っていたということになります。ちなみにフランキーは16歳の時にロジャーの船に乗っていた光月おでんに誘われていましたから、ここでフランキーが乗っていればフランキーもラフテルへ到達していたかもしれません。そしてフランキーの兄弟子アイスバーグはフランキーの凶暴性を細胞からイかれていると評していましたから、フランキーの父親がクイーンならこの指摘は間違っていません。クイーンは若い頃イかれた無法の科学チームマッツに所属していました。またフランキーとクイーンは攻撃技も似ています。フランキーのクードバンとクイーンのブライパン、フランキーが肩から放つフランキーキャノンとクイーンが肩から放つブラキオランチャー、フランキーが放つレーザー攻撃ラディカルビームとクイーンが放つレーザー攻撃ブラックコーヒーです。このクイーンのレーザーについてはサンジがレーザーを何発も撃つ技術、フランキーが欲しがりそうだとクイーンとフランキーを重ねて、さらにサンジも今後ビームが出るかのような伏線もありました。これらのことからもかなり2人の関係性が高いことが確認できますが、さらにサンジも加えて考えてみましょう。1028は鉄板という語呂合わせ界でサンジは鉄の体になりましたが、鉄の体といえばフランキーです。鉄の体のサンジとフランキー、この2人も何やらつながりがありそうです。まずは鉄の体になったサンジの伏線についておさらいしておきましょう。こちらの動画でも解説しましたが、サンジが初めて登場したのは43話サンジ登場。ここでは鉄拳のフルボディも登場しており、フルボディが頼んだワインの名前はビトルツブルガーシュタイン。これはおそらくドイツのワインビルツブルガーシュタインが元ネタであり、このワインはドイツのフランケン地方シュタイン畑で採れるワインなので、そのイメージは合わせてフランケンシュタイン、つまり改造人間の伏線でしょう。フルボディとは熟成されたワインという意味があるので、鉄拳のフルボディはサンジが熟成されて鉄のフルボディを手に入れるとも読み解けるかもしれません。実際にサンジはここから20年後鉄の体を手に入れて、柔らかいゴムの体のルフィと硬い鉄の体のサンジという表裏一体が完成しています。脱線しましたが、そしてフランキーというあだ名もおそらくフランケンシュタインが元ネタだと考えます。またフランキーの本名カティ・フラムの元ネタはおそらく反戦のラベルがついたウイスキー
カティサークからでしょうか。カティサークとはイギリスの快速帆船で、さらにフランもノルウェーの探検船フラム号が由来でしょう。つまりサンジもフランキーもお酒をイメージに設定されています。実は注意深く考えると、サンジとフランキーは設定が似ています。親に捨てられたフランキーと親に捨てられたサンジ、死んだことになったフランキーと死んだことになったサンジ、恩人トムさんへの罪滅ぼしから自分の夢を封印していたフランキーと、恩人ゼフへの罪滅ぼしから自分の夢を封印していたサンジ、この二人はどちらも仲間たちが強引に頑固な心を解き放って自分の夢に走り出しました。となると、サンジの父親はマッツに所属していた悪の科学者ジャッジですから、フランキーの父親もマッツに所属していた悪の科学者クイーンとなるかもしれません。そしてマッツにはおそらくベガパンクも所属していたのでしょう。40話840話でジャッジやベガパンクと一緒に海外の無法な研究チームに所属し兵器を作っていたと言っていましたから、マッツにはベガパンク、ジャッジ、クイーンがいたと考えられます。そしてフランキーはこちらの動画で考えたようにバーソロミュー・クマコとパシフィスタとも表裏一体であり、さらにここへクイーンも加えて考えると、例えばフランキーとクイーンは自ら体を改造しましたが、バーソロミュー・クマはベガパンクに体を改造されました。フランキーは手から衝撃波フードバンを放ちますが、バーソロミュー・クマも手から衝撃波パッド砲を放てます。そしてクイーンはブライパンという技を使っています。フランキーは口から火を放ってますが、パシフィスタとクイーンは口からレーザーを放てます。フランキーには相撲ガエルの横綱という友達がいます。パシフィスタには相撲技を使う戦闘丸という管理者がいます。そしてクイーンは長年最強の相撲力士横綱川松を捉えていました。このようにフランキー、サンジ、パシフィスタ、クイーンの鉄の体を持つキャラクターたちはそれぞれにつながりがあり、それらを辿っていくとベガパンク、ジャッジ、クイーンたちが結成していたバッツにたどり着くので、フランキーとクイーンが親子または兄弟であればより鉄の体のつながりが一つなぎになるでしょう。もしも父親がクイーンなら、クイーンは古代兵器を狙っているカイドウの元にいますから、その古代兵器の設計図を頭に記憶しているのはクイーンの息子フランキーということになり、なんとも皮肉が効いています。そしてもしかすると10歳でクイーンに捨てられたフランキーはトムさんに父親クイーンを重ねたのかもしれません。丸々とした巨漢のトムさんと丸々とした巨漢のクイーン、この二人の体つきはかなり似ています。トムさんに父親クイーンの面影を感じたかもしれません。これら多くのつながりからフランキーの父親はクイーンである可能性がかなり高いのではないでしょうか。今回は簡単ですが以上です。こうした考察が外れようとも考えた考察に男はドンと胸を張れ。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。